やっほー皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストエピソード29撮っていきたいと思います。皆さん、明けましておめでとうございます。イエーイ2026年になりましたね。ちょっとスケジュール的にこの動画を撮っているのは、実は2025年なんですけど、はい。この動画は2026年の私の動画の一発目の動画になっているんじゃないかなと思います。皆さんはこの年末年始、どういう風に過ごしていたでしょうか？はい。いいホリデーを過ごせましたか？クリスマスや、新年のね、年越しとかも、皆さん多分ご家族とか大切な人と一緒に過ごしたよっていう人が多いんじゃないでしょうか。はい。私は韓国の方に行ってクリスマスと年越し、ニューイヤーと過ごしてきていると思うんですけど、また韓国の旅行については次の動画でお話できたらなと思います。今回の動画はですね、2026年一発目ということで、日本のについてのお話と、今年は馬年と言われる年なんですけど、そう、馬年についてちょっと紹介したいのと、私の新年の抱負とかについてお話できたらいいんじゃないかなと思っています。今回も最後まで楽しんでみてくれると嬉しいです。それでは早速本題に入っていきたいと思います。はい。まずですね、日本ってなんかね、干支って言われて、この文化は中国から来ている文化なんですけど、12匹の動物に例えて1年間を表すんですね。例えば、今年は、さっきも言ったけど、馬年っていう年です。で、この馬以外にも、ネズミとか、牛とか、虎、ウサギ、羊、猿とか、犬とかね、そんな感じで、12匹の動物を1年に1匹ずつだね、だから。12年間で、一周するんですけど、今年はウサギ、今年は猿、今年は犬、みたいな感じで、そう、12年で一周する仕組みになっています。はい。で、この干支っていうのが、中国の昔の数え方だと思うので、日本ではこの中国の文化の影響を受けていて、はい、干支っていう文化があるんですね。多分西洋の国とかではこういう文化がないと思うんですけど、日本以外にも中国の影響を受けている国、例えば台湾とかさ、シンガポールとか、そういうちょっとアジアの国々、他の国々では多分まだこういう干支の文化みたいなのはあるんじゃないかなと思います。そうですよね、きっと。はい。どうでしょうか。なので、日本ではね、この干支の文化がすごく根付いていて、毎年毎年今年は馬年とか来年はネズミ年みたいな感じで決まるじゃない。で、その年賀状っていう文化があるんだけど、年賀状については多分去年の動画でお話ししてると思うんですけど、日本はね、その年賀状って言って、ちっちゃいハガキみたいなやつに、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。みたいなメッセージを書いて、送り合う習慣があったんですね。残念ながら最近はちょっと年賀状を出す人は少なくなってるんですけど、私が子供の頃とかは全然年賀状を友達のお家にね、送ったりとかしてました。はい。で、その何が言いたいかというと、その年賀状とかにも、例えば今年だったら馬年なので、年賀状のね、イラスト、馬年っぽい感じで、馬のイメージをたくさんつけたりとか、イラストをね、描いたりとかするんです。はい。そんな感じで結構日本の文化とも深く根付いている干支っていうことなんですけど、この干支については、特にそんなに、今年は馬年だとか、そういうのを、干支についてのお話で盛り上がるっていうことは、あんまりないかなと思うんですけど、けど、そのやっぱり年賀状のイラストに動物たちが関わっていたりだとか、あとはその動物を例えば、お正月シーズンには玄関のところにちょっと置いてたりとかね。馬年だったら馬の置物を置くとかさ、そういう感じで置いてたりとか、するんじゃないかな。そう。なので、そんなに、話題になる感じではないですけど、たくさんの日本人が今年は何年っていうのは知っているんじゃないかなと思います。ただ2026年っていう数え方だけじゃなくて、何年っていうね、ことも
把握してると思います。はい。で、まあなんかちなみにこの干支っていうのは、その、年齢とか、自己紹介とかするときに、たまに、なんか例えば私は1999年の2月に生まれたんですけど、1999年ってうさぎ年なんですね。うん。だから、なんか、何年みたいな。で、あ、うさぎ年ですっていう風に、よくじゃないけど、まあ、たまにね、そういう感じで、干支で自己紹介の時にちょっと干支を含めて、うさぎ年ですとかっていう時もありますね。だからといって別にああだこうだ言われるわけじゃないんだけど、うさぎ年だから性格はこうみたいなさ、そういうね、なんかうさぎ年の人はこういう人とか、馬年の人はこういう人みたいな感じで、それで性格を分類するとかは、あんまりないかなと思うんですけど、うん。なんかでもやっぱりその、うさぎ年はこんな年とか、馬年はこんな年みたいな感じで、年によってやっぱり言い伝えられていることがあるので、今回はちょっと馬年、今年2026年馬年なんですけど、馬年について、お話できたらなって思っていて、私もちょっと全然知らなかったので調べたんですけど、馬年っていう年は、すごいね、躍進する年というか、動きがある、変化があるような年というふうに言われているそうです。変化が起こりやすい年みたいなので、そう、だからこそ今年はなんか馬年だからいろいろ行動してみようとか、新しいことに挑戦してみようみたいな感じでよく言われているみたいです。はい。ちなみに私が生まれたうさぎ年、うさぎ年っていうのはすごくなんか安全安全とか安心とか、そういうなんか、まあ、うさぎちゃんってさ、可愛いじゃん。だから、こうなんか、家内安全みたいな、そういうのがよく言われる年みたいです。はい。だからまあ、年によってね、そういう風に動物によって、なんか言い伝えられていることが違うみたいです。中国の伝説というか神話っていうのかな、中国の神話のストーリーがあって、そう。なんか、その神様が12匹の動物たちに、一番早くここのお城に着いた動物は、その1年の代表の動物にしてやろうみたいな感じで伝えて、で、動物たちが、こう、一斉にお城に向かって進んでいって、まあ、早く着いた順番に、ネズミ、牛、虎、ウサギみたいな感じでね、12匹の動物の順番が決まって、で、それで12年間、12匹の動物が一周するっていう形になっているみたいです。ちょっとわかりにくいと思うので、貼っときますね、イラストを。こういう感じで12匹の動物がいて、それで一周する形になっています。はい。で、その神話がね、日本でも言い伝えられていて、うん。なんか私も小さい頃にこのストーリーを聞いた覚えがあります。正直あんまり覚えてなかったので、ちょっと調べたんですけど、そうそうそう、なんか確かに聞き覚えがあるなって思った、このストーリー。うん。なので多分中国の人とか、中国系の文化が根付いている国の方とかは、このストーリーを、同じようなストーリーを多分聞いたことがあるのかなと思いますが、どうでしょうか。はい。なんかでも、国によって、なんだったっけ、ウサギじゃなくって猫になったりとか、イノシシじゃなくて豚になったりとか、なんかそんな感じでちょっと動物の変化があるみたいです。はい、面白いよね。そう、なので、なんか国によって動物が違うみたいですけど、そういう風に日本と同じように12匹の動物で、こう、一周するみたいな数え方をする国もたくさんあるんじゃないかなと思います。日本ではね、その十二支の覚え方が、ちょっと私覚えてないけど、ねえ、牛、トラ、ウ、タツミ、馬、羊、えねえ、牛、トラ、ウ、タツミ、馬、羊、鳥、猿、犬、いだったかな。うん。まあ、そんな感じで、こういう風に、ね、牛とらうたつみみたいな感じで漢字をね、頭の頭文字取って、何回も繰り返して言って、ちょっと覚えた気がします。はい。正直ね、牛とらうたつみまでしか覚えてないです、私は。はい。まあ、そういう風に覚えますね。で、私は、うさぎで、のうさぎなんですけど、はい。まあ、うさぎ年って言われても、なんか、ただちょっと響きがうさぎって可愛いから私は気に入ってるんですけど、うん。私の同級生の子たちは、寅年かな？ 1998 年の4月から、まあ、12月までのことを
1999年うさぎ年の1月から3月までの人が日本では同じ学年になるんですけど、はい。で、まあ、寅年とうさぎ年がこう混ざっているんですね。学校の中で。うん。で、だからなんか私うさぎ年みたいな感じでうさぎかわいいみたいな感じでちょっとなんかうさぎでめっちゃ嬉しかった覚えがあります。みんなとこの話をした時にね、何年ってなった時に、あ、私うさぎ年なんだって、ちょっと可愛いみたいな感じの覚えがありますね。うん、誰も気にしてないと思うけどね、そんなの。そうそうそう。あんまり日本ではそんなに何年だからとか、あんまりこの十二支っていうのは特に話にはならないかなと思うんですけど、結構占い師さんとか多分スピリチュアル系のテーマのお話とかになると、こういう十二支とかもっとさらに多分細かいことあるんですよね。なんかあるんですよ。そう。なので、多分もっと詳しい人はすごく詳しいと思うんですけど、私はまあうさぎ年っていうことしか知らないですね、自分が。うん。まあ十二支の話はこれぐらいにして、ちょっと今年の抱負についてお話ししたいんですけど、今年はね、まあ私、皆さんにもお伝えした通り、アメリカに引っ越す予定じゃないですか。うん。だから多分、その馬年っていうのとちょうど重なってるんですけど、本当に変化が起こる年なんですよね、私にとって。大きな、今までで一番大きい変化が起きる年。もう住む国が変わるっていうね、大きな変化がある年だなっていうふうに思っているんですが、まあ私個人の目標としては、変化を求めるというよりかは、慣れる。新しい環境に慣れるっていうのを今年はちょっと目標にしたいなって思っていて、うん。なんかあんまり別に新しいことに無理に挑戦したところで多分苦しくなっちゃうだろうから、まずはまあ新しい環境に行っても自分が幸せでいられるように、その環境に慣れるっていう地固めをしていくっていう感じかな。地固めするっていうのは、その自分の地面、自分が立っている場所をどんどん固めていくっていうことで地固めをするっていうふうに言うんですけど、まあつまりは土台を整えるとか基礎を整える、基盤を整えるみたいな感じでしょうか。はい。そんな年にしたいなって思ってます。うん。なので、なんかあんまり新しいことにどん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 手を出していくんじゃなくって、今年はもう本当に今までやってきたことを続けていく。うん。なんか続けて続けて継続してちょっと新しい生活に慣れてっていう感じでやっていけたらいいんじゃないかなと思って。ね。さらに来年から2027年からとかはね、ちょっと慣れてきたから、じゃあ次は新しいこと挑戦してみようとかってできるようになるといいですけど、そんな余裕があったらいいけど、2年後にはどうでしょう。はい。まあでも今年はね、そんなに新しいことを追い求めすぎずに、地固めしていく年にできたらいいかなって思っています。皆さんは今年どんな年にしたいですか？はい。なんかね、毎年毎年本当に、20歳超えてからがね、1年経つのがもう秒ですよね、本当に。秒、爆速で過ぎ去っていく感じがします。去年の1月から、もうね、2026年になって、なんか30歳になるまであっという間なんだろうなと思っています。はい。もうすぐ私、誕生日がさ、2月って言ったじゃないですか。で、誕生日が2月なので、あと1ヶ月後にはね、27歳になるんですね。うん。もうすぐ30歳。やばい。どうしようって感じですね。なんか自分が思い描いていた30歳になれるのかな。でもまだあと3年あるもんね。27歳になってもあと3年あるから、ねえ、アメリカで3年間も生活したらさ、なんかすごい変わりそうじゃない？自分自身がめちゃめちゃ成長できそうな気がする。どうだろう？成長できるといいなって思ってます。うん。新しい環境に行っても、ちょっと自分らしさを忘れずに成長できてったらいいなって思いますね。はい。あんまり変わりたくないですね。なんだろう。自分が今持ってる考え方とか価値観とか、そういうのが変わるかもしれないですけど、なんか悪い方に変わりたくないので、うん。やっぱ環境にね、よって左右されちゃうと思うんですけど、でもなんか、まあ悪いようには変わらないと思うけど、うん。いいようにね、どん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 成長していけたらいいなとは思うんですけど、なんかでも、根っこの部分というか、私、鳥取県のど田舎出身なのに、そう、なんかその
鳥取魂というか、この、ね、なんか根っこの部分は変わらずに、いつまでも謙虚に、ひたむきに成長できたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。LA とかで生活して、自分に見合った生活ができるといいなと思いますね。なんか、今まで以上に手に入るものが増えたりとか、求めすぎちゃったりしないように、はい。本当にひたむきに謙虚に生活できたらいいんじゃないかなと思っています。うん。あとはね、なんか私考えてるのは、新しいことには挑戦しないつもりですって言ったけど、だけど、なんか今ちょっとふと思ってるのはね、YouTube のアカウントをもう一個増やしたいなって思ってて、なんでかっていうと、私のこのペコペコ Vlog っていうチャンネルでは、もともとは Vlog をたくさん出してたんですよね。もともとたくさん Vlog 出してたけど、ポッドキャストもやってみようと思ってポッドキャスト出して、そしたらポッドキャストの方でめちゃめちゃ見てくれる人が増えて、で、今となってはもうポッドキャストをメインにね、どんどん作ってるんですけど、やっぱり私はVlog を作るのもすごい好きなんですよね。で、なんか Vlog でもっとこういうことをシェアしたいなっていうのはあるんだけど、やっぱり今の視聴者さん見てくれてる方って、ポッドキャストを楽しみにして見てくれてる方が多いので、だからみんなのこと考えると Vlog を作るのは違うかなと思って、よくポッドキャストを作ってるんですけど、でもやっぱり私 Vlog が作りたいって思ったので、Vlog 専用のアカウントを作ろうかなってちょっと思ってるんですよ。ポッドキャスト専用と Vlog 専用のアカウントみたいな。そうすることで多分よくコメントもらうんですけど、メイクのこととかスキンケアのこととか、ね、そういうの教えてほしいですっていうコメントいただくんですけど、多分そういうのが気になる人って、ごく稀じゃないですか。本当に一定だけじゃないですか。だから私のポッドキャストのこのアカウントでそれをシェアするのはちょっと違うかなと思って、今作れてないんですね。だから YouTube のもう一個のアカウント、Vlog 用のアカウントっていうのを作れたらいいんじゃないかなって思ってます。どう思いますか皆さん。賛成だよっていう人いたらちょっとコメントで教えてください。はい。みんなそれ作ったらフォローしてくれますかそっちのアカウントも。絶対フォローしてね。はい。そう。そんな感じで、なんかそっちの新しいアカウントでは、ポッドキャストじゃなくって、アメリカでの生活の様子の Vlog を出してみたりとか、もっとね、なんか私の本当に日常生活の Vlog みたいな感じのを出せたらいいんじゃないかなって思ってるんです。で、こっちのチャンネルでは、引き続き、ポッドキャストをメインにして、もっともっと日本語学習者向けっていう感じかなの動画を作っていければいいんじゃないかなって思ってます。はい。それは2026年の間に実現するかどうかはわかんないですね。2026年にはちょっと無理かも。わかんない。忙しすぎて、てかなんかもう新しい環境についていくのがいっぱいいっぱいすぎて、そんな新しいこと始めちゃったら、すごいまた私パンクみたいになりそうなのでちょっとできないかもしれないんですけど、またね、落ち着いたら、それができそうだったら、ぜひ始めようかなというふうに思っております。はい。皆さんの今年の目標はどうでしょうか？ 2026 年が皆さんにとって本当にいい年になるように願ってます。きっとね、悲しいこととか、嫌なこととか、うまくいかないこといっぱいあると思うんですけど、うん。誰かにとっての悪い日は、誰かにとってのいい日だし、そう、誰かにとっていい日、私にとってとっても嬉しい日は、誰かにとって本当に最悪の一日でもあると思うので、毎日うまくいく人なんていないし、逆に人生毎日どん底ですみたいな人もいるわけないし、そうですね。なので、きっとね、なんか、うまくいかないことがあっても、その日よりもきっと次の日は良くなると思ってね、なんかみんな明るく、健康に、健やかに生きていきましょう。2026年も。はい。はい。そんな感じかな。そうですね。だから私の2026年の抱負っていうことで言うと、地固めするっていう。はい。慣れる。その環境になれるっていうことと、地固めするっていうのが私の2026年の目標です。はい。私の新年一発目の動画も見てくれた皆さん、本当にありがとうございます。
私のお正月とか、ホリデーについてのお話は、またまた後の動画でお話できたらなっていうふうに思ってます。はい、楽しみにしといてください。で、皆さんの新年の過ごし方とかね、ホリデーのことについてもぜひコメントで教えてくださいね。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくれた皆さん本当にありがとうございます。2026年一発目の動画だったんですけど、この動画もいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントを残してくれると嬉しいです。はい。ということで、また2026年も皆さん今年もよろしくお願いします。はい。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。